はい、こんにちは、岡井介です。はい、今回もこちらスマートフォンの動画をよりシネマティックにする方法について皆さんに共有したいと思います。はい、イントロ最近ちょっと、最後に作ったの、半年、1年前ぐらいかな。1年前ぐらいのものをずっと使ってるんで、ちょっとイントロ新しいものを作った方がいいかなと思うんですよね。最近ピーター・マッキノンとか、ドゥーンっていう超シンプルなイントロを使ったので、そういったワンカットで表現するイントロとかを作ってみたいなと思ってるんですけど、そのイントロについて感想をいただければなと思っております。はい、今回なんですけど、僕今まで、ニューヨークとかセブとか、いろんなところでiPhone オンリーで動画を撮らせていただいたんですけど、その iPhone の編集はスマートフォンの中で編集してるのではなくて、こういった PC の中に入れて編集してるんですけど、その中でちょっとシネマティックにするようなギミックを追加して編集してるので、今回はそのノウハウについて皆さんに共有させていただきたいと思います。はい、iPhone で、以前紹介したフィルミックプロとかモーメントとかそういった、よりシネマティックに撮るためのスマートフォンアプリっていうのもいくつかあるんですけど、撮影の時点でそういったログ撮影とかシャッタースピード、ISO感度とか調整して撮って、で次に編集で例えば上下に黒い枠を入れるとシネマティック風になったりとか、あとはカラーグレーディング、色味の補正をして自分が好きな表現にしたりとか、そういった編集作業があることによって、よりスマートフォンでもシネマティックな動画表現になるということで、今回は僕はそれを皆さんにご説明したいと思います。で、今回やる編集ソフトは Adobe Premiere Pro なので、画面でご一緒に見ていきたいなと思っております。はい、じゃあそんな感じでこちらこんな感じでオーディオですね。オーディオがシーケンスに並んでいる状態です。実際にフッテージがいくつか。こんな感じでセブのやつとか、飛行機、ニューヨークとかいくつかあります。なのでそれをちょっとオーディオに合わせてはめていくんですけど、はめた後に実際にカラーグレーディングの方をやって、シネマティックなイメージだったりとか、そういったものをご説明できればなと思っております。はい、じゃあ早速いきましょう。こちらですね。ちょっと速度速めます。はい、次が上から下。スローにします。編集スピードが速くなるためにはキーボードショートカットキーを全部覚えてください。あともう1カットまでやります。はい、じゃあこの3カットを、実際にシネマティックなルックにしていこうと思います。まずiPhone だけに限らず、この一つをやることによって、シネマティックな雰囲気になるので、皆さん覚えておいてほしいんですけど、クロップというものを入れます。はい。クロップというものは、上下に黒い縁を作ることですね。で、僕はコマンド A で、キーボードショートカットキーしてるんですけど、新規でこちら調整レイヤーってものがあるので、こちらで追加してください。これをクリップの上に並べます。はい。
上に並べました。で、並べる分には何も反映されなくてエフェクトとかがないので、調整レイヤーってどういったものかというと、本当に何もない、クリップって思っていただけたら幸いです。ただ、これ、フッテージそのままに、例えばカラーグレーディングとかいろんなエフェクト追加すると、一つ一つに追加しなきゃいけないので、それがちょっと手間がかかると。なので調整レイヤーを上に重ねて、それにエフェクトを追加すると全体に反映されるので、こういった調整レイヤーにエフェクトを追加するっていう作業をしております。で、クロップと言われるものですね。なければカタカナで、クロップというのを入力してください。で、これね、僕がね、日本語でチュートリアルしてる理由なんですけど、海外のチュートリアルをね、見ても、やっぱり英語なので、エフェクトがどこにあるのかって全然わかんないので、日本語でね、チュートリアルしてるんですけど、カタカナでクロップを選んでください。そうすると出てきます。これを調整レイヤーに追加しますと。この時までは何も送りません。次、エフェクトコントロールですね。エフェクトコントロールで、こちら、クロップですね。これ、上、右、下、左とかいっぱいあるんですけど、これを、12% ですね。12% 上下追加すると、これだけで、すごいシネマ風な雰囲気になると思います。はい。これがシネマティックポイントの一つで、クロップをつけるっていうことですね。12% 参考にしてみてください。で、僕がチュートリアルでクロップの入れ方っていうものをやってるときに、こちら、アニメーションボタンですね。オンにして 12%。ある程度までいったら 0% に戻す。っていうことやどういったエフェクトが追加されるかっていうと、こちら徐々にクロップが上がっていくっていう、こういったギミックを追加することもできるので、ぜひ覚えておいてください。はい、シネスコ追加して、これに追加していきたいと思います。で、僕はね、ダヴィンチリゾルブでカラーグレーディングとか、あとはこのエフェクトに、ビデオエフェクト、レッドマジックビュレットのカラリスタとかコスモっていうね、プラスで1万円ぐらいするエフェクトを購入して入れてるんですけど、今回それは使わずに、プレミアのデフォルトのグレーディングで対応したいと思います。はい。で、まずはですね、こちら、色温度ですね。色温度で自分の好きな雰囲気にしてください。この場合だと、すごい青が強いって印象なので、少しオレンジを足すか、もう青に振ってしまうかにしたいと思います。僕はもう青に振ってしまいます。マイナス 16.8 ですね。こちら、グリーンか赤か、ゼブラですね。はい。これも少し緑色に追加したいと思います。これも自分が作りたい雰囲気によりますね。はい。こんな感じ。で、露光量が、ちょっと明るくして、コントラスト。で、ログ状態ってこういった淡い状態なんですけど、少しこの引き締めを行っていきたいので、コントラストは 40% にしたいと思います。で、ハイライトちょっと上げて、シャドウを下げると。そうすると、暗い部分はもっと暗くなるし、明るい部分がもっと明るくなるので、その分暗い部分と明るい部分のこのコントラストがすごく出るので、映像としてはすごくシネマティックな表現になると。なので覚えておいてください。で、こちら白レベル、もう少し上げて黒レベル下げると。こんな感じで明るさは調整されましたね。今こんな感じです。はい。で、次に、サイドは十分なんですけど、もっと鮮やかにしたければ強くしてください。別にサイド下げてかっこよくしたいって場合は下げてくださいっていう状態ですね。僕は変えずにいきます。はい。自然なサイドね。肌の色は残したままで鮮やかにするっていうこともやります。ちょっと強くしようかな。110ぐらいですね。で、カーブ。このカーブやると、シャドウとかコントラストとかそういったもの以上に細かく調整ができる機能になってます。なので、これでもっと暗い部分を暗くして明るい部分を上げる。このカーブをすると、映像がよりパキッとした状態になるので、ぜひ iPhone のフッテージでも挑戦してみてください。
iPhone のフッテージでもね、十分できるんですけど、やっぱりこの iPhone と一眼レフの違いは、一眼レフの方がやっぱりその素材の、情報量っていうのが圧倒的に多いので、グレーディングってものも幅が広いんですよね。iPhone だとこれをちょっと、黒を潰して明るくしすぎちゃうとノイズが出てきたりとか、そういった映像として、コンテンツとしての、ちょっと画力がないなっていうのは印象としてあります。はい。なので、ほどほどにしたいと思います。ちょっとサイド強いな。簡単にカラーコレクション、カラーグレーディングをやらせていただきました。で、これでちょっと赤追加したりとか、こんな感じで自分の好きな世界観を作っていただければなと思っております。はい、こんな感じですね。この黒い部分がね、ノイズが出ちゃってるんですけども、iPhone だとしょうがないんで。で、街になると、ちょっとさっきまでの色味補正だと、ちょっと強すぎちゃうんで、ここは調整したいと思います。現時点だとこんな感じですね。これを、エフェクトありなしだと、いきますよ。こんな感じですね。これだけでも違いがすごく明確ですね。色味とクロップを入れるとここまで違います。はい。あとは今、こういうルメトリカラーで、本当に簡単に色味とか明るさをいじってるんですけど、いろんなね、自分の世界観があって、それをね、幅広く作ってみたいっていう方多いと思うんですけど、やっぱりこの Adobe Premiere Pro のこのルメトリカラーだけだと、自分の世界観を作るっていうのはすごく難しいんですよね。なので、ダヴィンチリゾルブとかもっと細かく作っていくんですけど、iPhone で撮ってシネマティックにしたい方でそこまでする方多分いないと思うので、ラットっていうものを使うと、すごく簡単にかっこいい雰囲気になるので、それも皆さんにご説明したいと思います。はい。で、ラットは一応僕が以前ね、4種類のラットっていうものを皆さんに共有してまして、それを使うとね、すごくかっこよく仕上がるので、ぜひ挑戦してみてください。ユースケオカラット、シネマクラウド、クリーンガール、ドラマティックシティとかオレンジブルーとかあって、これを追加すると、クリーンガールね、ちょっと iPhone だと色強すぎちゃうんですけど、このラットの強さを調整するとね、またちょっとさっきまでのやつとは、例えば半分でちょっと変えたいと思います。色味を。いきます。半分で変わりますよ、色味。はい、わかりますか？ちょっとピンクがかってるのが完全に青になって明るさも変わるっていうね。青い世界だとちょっと雰囲気が難しいんですけど、例えばですね、こちら街じゃないですか。で、街に合うラットっていうものも僕あって、ドラマティックシティっていうものですね。で、これを追加すると、すごくいい感じになります、ニューヨークが。強すぎるとかなり赤くなっちゃうので、ほどほどの、ちょっと淡く入ってる状態ですね。これで自分でカラーコレクションすると、ちょっと明るさ追加、コントラスト、シャドウを下げたりとか。こんな感じですかね。ラットを当てるだけでも十分自分の世界観っていうか、4種類があるので、自分の好きな雰囲気をね、こんな感じで iPhone に追加するっていうだけでも、十分シネマティックに表現になるかなとは思います。はい。で、もう一つの要素として、今、ある程度、3つのね、フッテージ、3つの iPhone の素材にちょっとカラーグレーディング、カラーコレクションをやらせていただいて、シネマティックな、ね、見え方にはなったと思うんですけど、そこからまだもう一歩 Adobe Premiere Pro でシネマティックな道の、一つのね、エフェクトがあって、スタビライザーね、ワープスタビライザーと言われるものなんですけど、やっぱり手持ちでこうやって撮影してると、揺れが起きてしまって、それを綺麗に滑らかにすることによって、見え方が格段に上がるので、例えばこれ、結構揺れてると思うんですけど、こういったところにワープスタビライザーを追加すると、ガラッと変わります。で、わかりやすくします。ちょっとこれ揺れてるのわかります？これに、ちょっとじゃあ、ワープスタビライザーを追加します。ワープスタビライザーを追加するときはネストします、一回。僕はコマンドシフト N でやってるんですけど、これダブルクリックでネストっていうボタンがあるので、これで追加してください。で、ワープスタビライザーをかけます。
で、50% だとちょっと強すぎる時があって、まあ10%とか1%でも十分滑らかなエフェクトになるので、まあワープスタビライザーね、もし手持ちで iPhone で撮影してブレちゃったなっていう方は挑戦していただければなと思います。はい、じゃあ比較したいと思います。これワープスタビライザーなしですね。これワープスタビライザーありです。はい。このスタビライザーを追加することによって見え方が全然変わってくるので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。はい。まあこんな感じでね、結構簡潔に皆さんにお話しさせていただいたんですけど、iPhone の素材だけでもこういった Adobe Premiere Pro でカラーグレーディングとか、まあクロップとか、スタビライザーとか、ちょっとした技術を追加するだけで一気にシネマティックな表現になるので、ぜひね、一眼レフとか高価なね、機材を買えないっていう方でも、スマートフォンだけでも十分かっこいい映像演出になるので、ぜひ試していただければなと思っております。で、iPhone だけでまずはたくさん撮って編集することによって、技術がね、どんどん積み重なって、その時に自分がもっと動画好きだな、もっと動画表現突き詰めたいなっていう方は、高価なね、一眼レフとかシネマカメラとか買って、こういった感じで同じ用途で編集していただけると、よりね、映像クオリティも上がるので、ぜひね、今すぐに高価な機材を買わなくてもいいので、まずはこのみんながポケットに入っているカメラで、挑戦していただければなと思っています。今回ね、僕はスマートフォンの動画フッテージのポイントをね、いくつかお話しさせていただいたんですけど、引き続きスマートフォンだけじゃなくて、かっこいい動画表現とかね、あとはVlog とか幅広いコンテンツ作っていきますので、ぜひね、映像を始めてみたいっていう方をね、サポートしていけたらなと思ってるので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。